はい、ということで、時間になったんで、じゃあ軽くね、ラクロス講座やりますか。まあ今回の趣旨的にはね、まあ、来週千葉あるし、まあラクロス使う人いたら、まあ使う人だったり、まあ使われる側とかもね、まあそもそもラクロスとはどんなデッキなのみたいなことをみんなちょっと学んでってくれということで、まあ多分ね、俺の予想8月で何か禁止になって、このデッキ崩壊するから、まあどっちかというとそのデッキ単位というよりかは、なんか構造ベースできちんと、まあ、理解してもらえたらなって感じですね。うん。俺個人的にマジックね、いかに座学でね、強くなれるかとこをね、もうちょっとなんか、アップデートしていきたいなということで。やっぱ練習するの大変だからね、プレイしない、練習しないで、どこまでマジックが強くなれるのかみたいな。まあ、ラックロスね、ミッドだけじゃなくて、まあ、まあ、他のデッキもね、一通り解説ね、していくと思うんで。で、まあ、ラックロスミッドレンジで言われるけど、そもそもね、まあ、ラックロスミッドってどういうデッキなのみたいなところ。まあ、みんなこの辺はね、してると思うけど。うん。そうで、まあ、除去。まあ、1対1取るカードと、自分だけアド取るカードして殴れるデッキ。で、まあ、ラクロス基本的にはここだね。まあ、序盤から相手の手札、相手の妨害もできるし、自分の強い行動も押し付けれる。まあ、攻防一体できる、簡単に言うと。よいしょ。で、そもそも、まあ、なんでミッドレンジ、ラックロスミッドは強いかの前に、まずそもそもね、ミッドレンジとアグロとコントロールの性質的な話。うん。そう。まあ、基本的に、まあ、ここはね、俺の概念だからね、そう。まあ、これが全てってわけじゃないけど、アグロとは基本的に、まあね、理想、そう、うん。まあ、基本的にね、そう。アグロとコントロールは基本的に、大まかな概念はこれだね、もう。まあ、基本的にクイチャ出して、まあ、使い捨てのカード、本体火力だったり、まあ、1マナ2とか。で、まあ、手札はもう空になって勝つ。まあ、基本クリーチャーとかね。まあ、メインはね、除去ゼロとかもあるからね、アグロは。うん。で、コントロールは、まあ、ライフはね、どうでもいい。うん。相手のライフはどうでもいいんじゃないね。まあ、リソースここでもカードいいよ。カードアドバンテージだと思ってください。そう。まあ、マジックのまあ、ここ2個大事。なんかその辺分かってない人ね、結構いるけど、まあ、アグロは、とコントローラーそこで、ミッドレンジはその中間なんで、単純にミッドレンジって何ってなるね。そう、中間。中間とは、うん。まあ、ミッドレンジは基本的にはまあこれかな。まあ、俺の中での定義づけすんならこれ。うん。そう、アグロには、まあ、除去。相手のリソースを、ダメージ券を全部削っていく。まあ、殴んなくていい。基本的にアグロにはさばいたら勝つ。さばいて、気づいたら勝ってるを目指す。で、コントロールには、相手のリソース差で負けない。リソース同じようにしつつ、まあ、ライフも狙っていくみたいな。うん。そう。まあ、基本的にはミッドレンジこれなんかあんまり速度とかじゃないね。デッキタイプ的には。うん。なんか、うん。なんかね、そう、なんか、中コストのレンジ入ってたのは結構ミッドレンジされやすいけど、まあ、大まかなね、定義でしょ。まあ、この辺が一番わかりやすいかなっていう。で、だからミラーだけだから難しいっていうのは、そこなんでね。自分がその、アグロ側に回るか、コントロール側に回るかが、結構そのプランで全然変わっちゃう。逆に言うと、まあ、いろんなプランを取れるよね。うん。面白い。やりがいあるっていうか、なんだろうね。飽きづらい。うん。俺結構ミッドにまあまあ好きなのここではあるんだよね。まあそうはね、速度感とか言い出したらきりないからね、ちょっと。まあ、どう勝つかだね。基本的に勝ち方かな。
基本アグロとかさ、まああれでしょ。0テク、まあアグロほぼこれ、もうほぼこれにつけるね。アグロこれ以外あるのかぐらいだからね。うん。まあ基本的にまあ、アグロの目指すとかここだよね。その、場に食い茶出して、まあ殴り続けられるかどうか。やっぱ一旦止まっちゃうと、まあきついと。だからなんかその最後必殺技で全員アンブロみたいなのがあるとまた違うけど、まあ基本的には食い茶並べてお願い。そう。まあ全体的に、まあ当たり前だよね、ここは。まあ結局ここが大事だから、まあ逆に、まあそこ、まあここを潰してくるとこに弱い。逆に言うと、まあこのクロックスを維持できたら大体勝つみたいな。まあコンボデッキのとこにアグロが強いのはここだよね。ロータスみたいにさ、まあ、4ターン目に勝つけどそれまでマグロですよみたいなデッキにはまあやっぱり強い。なぜなら19は飛んでこないから。あとはまあ目的しても相手やらせないことだよ。うん。まあ、コンセプト自体はここだよね。うん。そうそう。全体火力全持久引かれる前に勝つか、まあ、全持久引かれてもなんとか、まあ全持久されてもまあ12点ぐらい殴ってるから、ハンドに少し残しといて2枚目はしゃあない。まあ結構ね割り切りも大事なんだから。うん。とかまあ最後火力とか速攻とかあるとまあいいよね。全体力に対して強くするには、まあ、速攻だったり本体火力だったりあると強いみたいな。まあ、この辺だったら赤だと火力や速攻で、白だとラス打たせない、破壊符をつけたり、まあ、サリアで重くしたり、ラスを打たせないとか。だから結局そのここ、まあ、弱点をどう補えるかだけだよね。そうミッシュラムダにそう。まあサイドワードねちょっと重くするとか、まあ、そういうのあるけど、まあその辺はまた別の話になるかな。アグロはね4かな。うん、まあ、4か5かな。まあ、相手がマグロだったら4ターン目に勝てるのが一応基準かな。確か4でいいのかな。12346789101まあ4か5からね。逆にそうだね、まあ、理想ムーブして4で勝てないアグロは弱いかな。赤タンとなんだろう、クマの2マナ2にそこが33で殴って17で次のターン戻ってきてなんか速攻あると7点でしょ。10まあ多分4ターンじゃない。うん。まあ綺麗に回ったら4じゃない。まあその今日マグロだからないで。今日1ターン目に2に出すと6点食らうから、で2ターン目にパワー3あると6点でそんだけで12点みたいな。まあ白タンも、まあ、強い時はなんだろう教訓の勇者とか、まあ、ロード絡むと結構ギリギリいけるかどうかかな。そう、まあ、強いスタンはだいたい4だね。そうだからフェニックスのヒナがなぜ弱いかというとその4ターンで勝つっていうところに対して何も貢献しない。その除去って感じかな。だからそのドミンゲスある時とか、まあ強いデッキは大体4かな。グルールとかもラノエルから323のパイオニアでもそうだけど、速攻つけるやつとかだと。うん。まあここ、結構これ大事。だからこれがないデッキはコンボに対して弱いし、まあここが安定していると、まあそこそこ、まあ、ロータスに対してとか、そのコンボデッキに対してどんぐらい強いか分かる。うん。うん、まあそうだね。まあ、全除去4ターン目で食らっても、まあ、次、火力だったりとか、なんかあるならいいけど、その白ターンみたいに、全除去食らったらもう何もないデッキは、まあ、ここが最低でもないと。全除去食らう前に勝てるよって。相手がね、その5手ラスキープしてさ、マグロでも勝てないアグロは、あんまり使わない方がいいかな。うん。そうだから結構ね、1マナクリーチャーが強いかどうかは結構目安かね。まあ結局最近のスタンで言えるとここだよね。パイオニアですらあんま強くないもんな、1マナ。そう。まあサリアとかはそうだね。その、4ターンで勝てないけど、
相手を一旦ずらすことで実質なんか5ターンにする、ほぼタイムワープみたいな感じだからね。うん。まあここはなんかね、アグロ使うとこの一つの目安、そのアグロ好きな人とかでもさ、やっぱりなんで勝てないのって時に大体単純にデッキが弱いからが多い。でまあコントロール、まあコントロール分かりやすいよね。まあ基本的にここだよね。まあここがほぼ全てかな。コントロールどっちも入ってないコントロールは存在しないんじゃないかな。うん。あとはまあ1対1取れるからね。まあコントロール、まあ相手やらせたいことやらせない、まあ、ちょっと違うかな。まあやりたいことやるけど全部受け止めるというか、まあカウンターはまあやらせるかどうかは別だけど、まあそのやりたいことを通さないでね。なんかアグロはやりたいことをさせない、する前に勝つで、コントロールはやりたいことを妨害して勝つみたいなね。まあ基本的にやりたいことやられたら今日も負けるからね、ゲームって。なるほど、そのコンボやりたかったんですかって。分かりましたって死んじゃうからね。そう、乾燥させちゃいけないからね。基本的にはまあそうね、なんだろう、なんかそのここがなんかクリーチャーとかそのフィニッシャーだけとかまあピッチスペルは基本1対1でいいと思うよ。もう最悪1対1取れるからね。そう序盤のテンポの部分はねちょっと難しいからね、そこまで触り出すときりないんだけど、まあ一応ピッチスペル素で打つし結構、ピッチスペルが全部ピッチ前提だとしては多分使ってない可能性あるからね。序盤でピッチでも打てるし、中盤以降はきちんとマナ出して強いよねっていう。まあテンポ取るっていうのをね、まあ結局そのテンポ取ることで損して、まあドロー打つっていうのはまあなくはないんだけど、もちろん。でも基本的にそういうことやってるコントロールはそんな強くないかな。結局その1対1取んないで0対10対1して0対10対1だけど、そこからドローで1対3にしてプラマイゼロにする。ただそういうデッキだとそのドローをきちんと引けないともう自利品になるみたいな。なんかフィニッシャー枠とかだね。まあ基本ね、そうそう、ミシュランとかもいいね、土地。逆にそのフィニッシャーがアクザンとかガーガロスとかみたいなコントロールはあんま強くない。そう昔のクリーチャーをフィニッシャーでなんだろうね、まあマバテンとかそういう賛美点とかだよね。まあその分そのここは強ければいいけどね。まあこれベストなだけだから、そのリソースが圧倒的だったらもう大丈夫。今って基本リソースそんな取れないからさ、4マナ使って2ドローとかじゃカード増えないけど、昔はもうファクトとかさ、なんだろう、手札がもうパンパンになるから、じゃあそろそろ行くかみたいな、カウンター余り出すみたいな。最近は結構相手も2個1のカード多くてそんなにリソース差がつかないから、ここに1枚使うときつい、勝ち方に1枚使うときつい、安定しなくなるね、単純に自己要素になっちゃうから。やっぱり事故らないででかいかな、コントロールは。事故りづらい。まあただまあテンポ巻きはするから、だから巻き方としては、まあここに行くまでに負けるだよね、早いデッキ。まあ青白コンはまあ白ター人間とかめちゃくちゃきついから、まあそういうとこだよね。もう123って動かれて、まあサリアやるとそろそろラス点みたいなとか、まあラスなかったらまず負けだよねみたいな。まあ結構ここに依存するデッキ多いよね、マッチによっては。これ引いてたらまあ勝つけど、引かなかったら負けとか、その引いてでもサリアいたりとか、土地4枚伸びなくて負けとか、まあ今だったらね、その PV とか、1枚ずらされるときつい。まあコントロール負けるときは基本ほぼここかな。あとは自分より
まあここもそうか、一応ここもね、コントロールミラーとかになるとね、そう、まあほぼここが全てね、そう。まあミラーはほぼここになるかな。まあここに関してはその無駄灰とかも全部含めてかな。だからその青白と青黒は結構メイン青白が強いので、ここで青黒って除去がメインいっぱい入ってるから、青白って除去結構少なくて全体除去とかに結構寄ってるんだけど、青黒って単除去に寄ってるからデッキの無駄灰が多すぎて、なんかメインは絶対青白勝つんで、昔から。ただサイド後にやるとまあその除去は全部変わるから難しいんだけど、まあ有利なデッキはまあなんかデブミッドレンジかななんか操作重い操作デッキかな。まあランプとかだね。そうこうか。まあ俗に言う、まあコントロールにもさ、ちょっと、まあ、最近ないけど除去コンみたいなデッキには有利。まあそれはそのコントロール対決の時に分かる、ここだよね。そのコントロールの中でも一応除去コンとカウンターコントロールあって、マルドゥコンとかはさ、基本的に除去ってここバインド時に除去ついてるクリーチャーでなんかリソースを稼ぐんだけど、青白みたいにデッキ当たるとまずも除去全部帰還し、ドローとカウンターで負けるみたいな。コントロール対決は結構一番出るかな。だからコンボには結構有利なこと多いかな。でコンボの質によるね。コンボでもきちんと、まあ、サイド後ね対策してくれるから、まあ、メインはでも有利だね。カウンター系のデッキは大体メインはコンボに有利。まあこうなんか無双状態味わいたい人は結構コントロール好きだよね。そうなんか絶対的有利、まあ結構これが好きで使ってる人も多いかな、青白コンは。なんか優越感ってさ、もう手札カウンター3枚ぐらい握りしめてさ、手札ゼロで、あ、まだやりますかみたいな。手札ありそう。もうギーパーペーって言って、ドロー、バウンス、ドロー、奥義って。まあだから逆にそうやられてる側は不快みたいな。もうありだね。よいしょ。あの時に赤タンとエスパーみたいな感じで、しかもアリーナ出てすぐのタイミングだったからね。アリーナ出てさ、こっから MTG アリーナ売ってくぞとかさ、エスパーがめっちゃ強くて。ああ、待ってる。何このデッキって言って、奥義って土地がね、一個ずつ取っていくっていう。まあ困ったらもう攻めに転じない。攻めなくていいよ、このデッキ。コントロールは。気づいたら勝ってるから。攻めたつもりないけど勝ってるが理想。まあ、テフィルとか引いてれば勝手に勝つじゃん。まあ、放浪もプラスとマイナスしたら勝つみたいな。時間管理下手、まあそうね、まあ管理じゃないって、管理はしちゃダメだけどね、本当は。基本的に急いだ方がいい。そう、まあ時間切れは結構ね、あるね。確かにまあ一応引き分かれるリスクだな。まあ、コントロールのマイナス面そこはね、そう。まあ、逆にアグロはほぼないよね。そう。アグロのメリット。早く終わる。結構でかいよね、この辺。長期戦だとまあまあでかい。まあ、アグロのいいとこだね。はい。ちなみにおじに優しい。ちなみに年取ってくるとだんだんアグロになるってやっぱりみんな結構言ってる。なんかやっぱりだんだんね年を重ねていくとコントロールを使えなくなってくるみたいなことは言うね。もう早い方がいいとか。そうおじに優しい。まあアグロのいいとこかな。まあコントロールの良くないとこはそこ。まあやっぱりめっちゃ引き分ける。まあ俺ないけどまあ引き分けるときは引き分けるねやっぱり。
まあ、お互いコントロールとか、1本目ライブ L5 とかいくとやるからね。やっぱ1本目 L5 までいくと結構3本終わんないかな。単純にゲームが長くなっちゃうから。まあ結構デッキ選択は、普通にここは、まあまああるね。なんかあんまり気にしない人いるけど、なんだかんだでね、100% でずっとね、できるわけじゃないから、その、8回戦とか、やっぱり後半疲れてくるから、うん。まあこの辺はコントロールのリスクかな。なんか別にそう、それを仕方ないと割り切るかどうかみたいなとこあるけど。うん。そう、まあ、本当上手くなるっていうか、まあ、下手に難しい、なんて言うんだろう。上手くなるわけじゃないんだけど、筋トレは。自分のね、バリューが落ちないというか、基本的に集中力とか体力と当たり前だけど落ちていくから、まあその時に100出せるのか、80なのか、50まで落ちるのかは、分かってないときついかな。特に最近ね、グランプリとか、まあ、チャンピオンシップとか、8回戦、9回戦になるから、まあ、やっぱりそこで疲れてくるとね、すげえミスを起こりやすいし、まあ、コントロールの方が、ワンミスが命取りになりやすいっちゃなりやすいかも。まあ、ここはアグロとのポイントだね。まあ、ここもまあ、ここに付随か。まあ、基本的に試合が長いの、デメリット、コントロールのデメリットはね。まあ、ここはどんぐらい加味するか難しいよね。そのコントロールとアグロでさ、まあ、デッキのパワーが一緒の時、どっち使うべきかみたいな。まあ、そこは好みでもいいけど、全く同じデッキの強さとしたら、基本アグロ使った方が、トータルでプラスは多いね。絶対に引き分けが起きないとか、まあ、後半の精度の落ち方が少ないだから。あと、まあ、ちょっと別の軸でいくと、環境の必要性が高いね。まあ、ここは付随だよね。その、基本的に受けるデッキだから、まあ、何が飛んでくるかね、そう。うん。まあ、そういう意味でアグルのいいとこはそこかな。まあ、とりあえず相手デッキよくわかんないけど、まあ、とりあえず殴ればいいかって。そう。まあ、なんか一旦途中置かれてさ、デッキわからんけど、まあ、いいかって。先に殺せばいいかみたいな。うん。